久しぶりに興奮気味になってしまったところなんですが、では Google マップで道案内をさせながら、島の東側にあるグランアンスビーチっていうところに行こうと思います。私がプララン島で宿を取っている場所もグランアンスって言うんですけどね、いろんなところにあるんですね。でフェリーターミナルを少し離れたらもう自然が多い田舎町って感じになりますね。このチャリ見た目が新しかったんで期待してたんですけど、ちょっと質悪いっすねちょっと坂道だとしんどいっす。下り坂は気持ちいい。このラディーグ島もプララン島と同じ感じですかね。思っていたよりは建物とか人はいるけど、でもモーリシャスに比べると田舎って感じですかね。そろそろビーチに着きそうかも。山道は登って今降りたところですね。はい、グランアンスビーチの目の前の自転車置き場っぽいところで、チャリ止めました。すぐ近くにビーチがあるはずです。はい、これがグランアンスビーチですね。波あら誰も入ってない。私は海運がない気がしますね。去年メキシコ行った時もハリケーン直撃したからね。いや海運がないわ。だから今日だけ運が悪いんじゃなくて、私が滞在中ずっとセーシェル風速10メーター超えなんですよ。いいな。このグランアンスビーチはこの巨大な岩がなんか名所になってるっぽいかな。であれ見て、あの岩すごい、なかなかのバランスで崩れずにいますね。なんかでっかい岩がゴロゴロ転がってるな。この岩近くで見るとすごいわ。いつ崩れてもおかしくなさそうだけど、絶妙なバランスでこの状態が保たれてるんですね。セーシェルのラディーグ島のグランアンスビーチでございます。こんなとこだったんだって思ってくれた方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一応水温チェックだけします。うわ来た。いやまあ冷たいか、ちょっと冷たい。まあ冬の時期だし天気も悪いし太陽も出てないし、まあしょうがないよねこれは。いい感じのビーチがあったらもちろん海入ろうと思ってビーチタオルも持ってきたんですけど、まあちょっととりあえずここはやめときます。風強くて波荒れてるけど水自体はやっぱ綺麗ですね。海底もちゃんと見えるんで水自体は綺麗なはずです。あとそういえば気づくのが遅れたんですけど、ビーチはもうサラッサラの砂だけですね。ビーチの綺麗さはめちゃくちゃいい。モーリシャスにこんなとこなかったよ。それぐらい綺麗。もう真っ白でしょ。真っ白で、次はですね島の南西側に行こうと思いまして、アンスソースダルジェントっていうビーチかな。で Google マップの口コミの数はこのビーチが一番多いっぽいんですよね。なのでちょっと楽しみですが、そちらへ行こうと思います。半分以上の童貞は来た道を帰る形になったんですけど、ほぼほぼ下り坂だったんでめちゃくちゃ楽でした。行きはちょっとしんどかったんですよ。めちゃくちゃ牛がいっぱいいるところがあった。畜牛してんのかな。牛だらけですね。でこのよくわからない門をくぐって、こっから徒歩で17分ぐらいらしいのでチャリで5分ぐらいかな。よくわかんないけどこの門をくぐったところでチケットを買わなければいけないって言われました。マジかよ。入場料を払ってこれをつけられましたが、150ルピーだって。高くないはい、ということで再び出発しましたが、150ルピーマジでセーシェル何もかもが高いわでもなんかここあれか、村みたいになってて、さっきトイレの標識もあったし、いろいろある施設みたいですね。私が向かってるのがこれアンスソースダージェント、こちらのビーチに向かっております。道中で突然カメがたくさんいる場所があった。まあ多分ゾウガメか。でっか。こういういろんな施設があるから150ルピー取られるのか。最初ちょっと納得いかなかったけど、こうなってるんだったらしょうがないか。ここバニラプランテーションですって。バニラ作られてんのか。バニラ作ってるとことか初めて見たかも。どっかの国もそうだったけど、セーシェルのヤシの木背高すぎじゃないですか。マダガスカルのバオバブより高そう。アンスソースダージェントもっと先なんですけど、なんとこの橋の先ノーバイセコー
橋を渡る前に目の前に海があったのでちょっと見に行こうと思うんですけど、なんだこれ、どうなってんだ。あ、ここ天然のラグーンみたいになってるのか。で、向こうに砂州というか砂州ができてるような感じ。なんかすげえ海綺麗そうだな。ラグーンみたいになってるここの水ももちろん綺麗なんだけど、ちょっと向こうの海なんかえぐい色になってない？もしかして。ちょっと行ってみましょうよ。こっからの海綺麗じゃないですか。岩かサンゴ礁かわかんないけど、海底の岩かサンゴ礁がめちゃくちゃ綺麗に見えますね相当水綺麗なんだろうな。彼らは透明度ボートに乗るんですね。多分海底が綺麗に見えるし、海に浮いてるように見えるみたいな、そんな感じなんでしょう。時間があればちょっと乗りたい。でもちょっと私はね時間がないんで、思ったより時間ないな。もっとサクッと回れると思ったんですけど、時間がないので私はやめます。この辺ほんと真夏の日みたいにパーッと太陽が明るく照らしてたら、本当に海えぐい色になってそうだね。ということで改めまして、チャリンコ進入禁止のところですね、アンスソースダージェントに向けて歩いていきます。人がいるのでどうやらここっぽいですね。アースソースダージェント、アンスソースダージェントでございます。いやー、海綺麗だね。いや、この悪いコンディションでもこんなに見える。海底が完全に見えるんですけど。では水温チェック。でもちょっとぬるい。さっきのビーチよりちょっとぬるいかも。で、ただ逆にこっちは貝殻とか石のカスがある。これが残念。かなりマイナスポイントよこれ。あとこっちは波もそんな高くないっていうか、向こうでせき止められてるから泳ぐにはいいんだけど、もうこの貝殻石で足痛いよね絶対。いやー、ちょっと一長一短って感じっすね。結構でかい。何あれ、エンジェルフィッシュ。なんか結構でかいよ。わかりますか？すごい。さっきのグランスビーチと一緒で、こんなすごいどでかい岩がゴロゴロなってますね。なんとこの岩がゴロゴロしてる方にモアビーチがあると。行ってみましょう。私以外みんなも波打ち際を進んでいってますね。ここいいね。映えそうじゃない？女子たち。なんか岩で迷路みたいになってる。面白いね。いいねこれ。今中に入ってきましたけど、本当に迷路みたいになってるすげえすげえ。ここもいいっすね。うわ、映えますなここは。そりゃ撮るよねみんな。この場所いいじゃんって思ってくれた方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではさらに先へ進みましょう。うわ、ここも行けるの？でも無理そうか、さすがに。じゃあちょっと外を回っていきましょうか。膝小僧ぐらいまで水位が来てるけどまあいいや、行きましょう。今膝まで水位が来てるんですけど、やっぱ水温高いっすわ。全然泳げる、気持ちいい。はい、そしてビーチが現れましたね。いやー、すごいね。こんな手つかずって感じのところにそんな人もいるわけじゃないっていうね。いや、いいとこですわ。で、何ですかここここも超映え映えだよ。で、今の場所を逆から撮ったらこんな感じですよ。ちょっと日本中の自称インフルエンサーの方はここで映え映え写真撮りまくりますよこれ。この岩もなんか味がありますよね。いや、ちょっとセーシェルえぐいな。そして海きれいっていうね。はい、次のビーチに来ました。いや、この岩いいね。で、こんな感じですよ。いや、海きれい。いや、ほとんど太陽出てなくてこの透明度はやばくないですか？この先にまだビーチがあるみたいですね。行ってみましょう。で、ここに来て一番広いビーチがあるっていうね。いや、すごいなセーシェル。ラディーク島来てよかったよ。何この水。いや、いいっすね。セーシェルいいっすよ。セーシェルいいじゃんって思ってくれた方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。セーシェル、久しぶりに興奮気味になってしまったところなんですが、現在時間が12時5分になってしまいました。時間がないのでここを終着地としようと思います。超テンション上がってきたところで残念なんですが、自転車乗り場まで戻ってきました。で、結局海入らなかったし、しかもビーチ2カ所しか行けなかったですね。3時間あれば結構余裕で回れるのかなと思ったんですけど、全然時間足りませんでした。では、チャリこいでフェリーターミナルまで戻ります。今チャリ返してきました。12時45分です。もうすぐフェリー乗れるかもしれないんで、フェリーターミナル行きましょう。いや、しかし3時間じゃ足んなかったななんならラディーク島で1泊か2泊してもよかったかもしんない。
ラディーク島のフェリー乗り場周辺でございます。例に漏れずラディーク島も海が緑、海が完全に緑。あれ、帰りは結構並んでんな。行きとは全然違うお客さんの数です。さっきめっちゃ並んでたのはマヘ島行きのフェリーでしたね。同じ時間にここから直接マヘ島へ行くフェリーもあるみたいですね。私が今乗ったプララン島行きのフェリーはめちゃくちゃ空いてました。十数人しか多分乗ってないですね。一番後ろの一番端に座ったんですけど、こんな感じでガラガラでした。1時35分、出港しました。はい、ということでラディーク島でした。もう一回来ることあるかな、どうかな。プララン島へ帰ります。はい、早くもプララン島が見えてきました。いや、海の色がいいっすね。エメラルドグリーンです。プララン島に着きましたが、降りたのまさかの私だけだった。みんなこのままマヘ島に行くんだと思います。ちなみに今のフェリーは1時50分にプララン島着いたんで15分でしたね、所要時間は。ではですね、バスに乗ってホテルへ帰ろうと思います。バスでフェリーターミナルに来る時に降りたバス停とはバスが逆方向になるので、別のバス停からバスに乗ります。ペンションファンドっていうバス停からバスに乗ります。2時3分にバスに乗り込みました。乗車料金はもちろん16数分走ってバス降りたんですけど、ブザーを鳴らしても何も反応しなくて、でドライバーに行って降ろしてもらいましたけど、車で結構先行っちゃいましたね。ということでちょっと歩かされましたが、パームビーチホテル帰ってきました。ではですね、晩飯まで部屋でゆっくりしながら動画編集作業をします。時間は今夕方4時43分です。早いんですけど腹減って頭おかしくなりそうなので晩飯食いに行きます。はい、昨日歩いた時に通ったとこですね、ブリーズガーデンっていうところで飯食おうと思います。こちらがピザメニューで、こっちがアラカルトメニューだそうです。結構分厚いね、いろいろありそうです。頼んだのがですね、フィッシュグラタンで、あとですね、なんか妙にピザを食べたくなりまして、ブリーズスペシャルっていうオリジナルのピザを頼みました。で飲み物は、グラスの白ワイン。ブリーズガーデンというレストランの店内はこんな感じです。屋外の席に今私はいますね。ちなみにこのレストランはクレカ払いも OK とのことです。早速白ワイン持ってきてくれました。結構な量ですね。いただきます。めちゃくちゃ飲みやすい。ぐいぐいいっちゃって危ないやつだな。結構美味しいですね。フルーティーさも適量あって、だいぶ口当たりが滑らかで飲みやすい。はい、シーフードグラタン、フィッシュグラタンか、来ましたね。メインのピザがあるから量は少ないけどこれでいいです。いただきます。ではいただきます。何の魚かは分かんないけど白身で魚の風味がちゃんとあってうまい。ちなみにグラタンはフランス料理なんですけど、モーリシャスもセーシェルも両方とも以前フランスの植民地だったんですよね。だからその影響だと思うんですけど、モーリシャスもセーシェルもグラタンはうまい。ワンチャンエビとかイカとか入ってないかなと思ったけど、残念ながらそれはないですね。具はフィッシュ、白身魚です。その魚の量が半端ないめちゃくちゃある。で逆にあれだね、マカロニはないんだね。ほんとフィッシュだけです。このレストランオリジナルのピザが来ましたが、でかい食えるかな。いただきます。ではピザいただきます。イタリアでは敬意を表してフォークとナイフで食いました。めんどくさいんで日本スタイルというか手で食います。いただきます。まあまあですかねとりあえず細かくてちっちゃいエビとマッシュルームがあって、あと玉ねぎがありますね。なんだけどあまりにもちっちゃいせいかほとんど味を感じないというかまあチーズとトマトソースの味はもちろんするんで、ほぼその味ですね。一応言っとくとまずくはないですよ。まずくはない。ただうまいのかって言われるとうまくはない。ごちそうさまです。465.25ルピーでした。高いですねいやー高い。はい、ということでホテルへ戻ってきました。今日も天気が悪いので残念ながら夕日は見れなさそうです。いやこれはかなり残念。しょうがないけどね。それでですね、明日なんですけども
明日このホテルをチェックアウトしてですね、ここプララン島から最初に空港で降り立ったマヘ島へ戻ります。ただですね、そのフェリーの時間が夕方5時半になります。なので明日はですね、ここをチェックアウトしたら荷物を預かってもらって、ここプララン島の綺麗って有名で人気なビーチを回ろうと思います。4時頃までにここ戻ってきて、荷物を受け取ってバスでフェリー乗り場行って、フェリーでマヘ島へ行く予定です。明日はそんなスケジュールになっております。今日はですね、まだ6時前ぐらいなんですけども、動画編集作業しつつ、早めに寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日もホテルの朝食をいただきます。今日はパンケーキがありました。改めておはようございます。7月26日土曜日朝9時20分です。それではですね、こちらのホテルパーマビーチホテル、この後チェックアウトいたしますので、星5つ中で評価すると星3つでお願いします。まず1泊2万6000円超えと、よく考えたら多分このアフリカ旅で一番高いホテルでしたね。で高いんですけど、セーシェルの物価が結構異常なので、ビーチ沿いっていうことを考えると、この料金も仕方ないのかなっていう感じがします。セーシェルの物価を考えると。ただですね、このホテル結構劣化してるというか、多分結構年数経ってると思うんですよね。それがちょっと微妙っていうのと、あと Wi-Fi 安定はしてるんですよ。接続の安定はしてるんですけど、かなり遅いっすね。セーシェルの物価を考えると、高いけどこの料金仕方ないのかなっていうところで、平均点の3000といたします。このホテルチェックアウトが10時までなので、昨日お話した通りチェックアウトしたら荷物を預かってもらって、ここプララン島の人気ビーチに行ってみようと思います。でちなみにですね、今日やっとちゃんと晴れましたね。現時点ではですけど。でこんな感じでやっとちゃんと晴れって感じの日になりましたね。いや青空見るのが久しぶりな気がする。で天気がいいとやっぱホテルの目の前の海も綺麗ですね。いやもう色のコントラストが、色の違いが半端ないっすよ。はい、今10時2分です。ホテルチェックアウトして、荷物預かってもらいました。でホテルの前のビーチなんですけど、このぐらいの時間が干潮、潮が引いてる時間帯みたいですね。なんか結構サスみたいになってるところがあって、かなり満潮時と干潮時違いがありますね。近くまで行ってみましょうか。この辺で海入ってる人はいないけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。水はちょっと冷たいかな。ラディーク島のあそこ、あの辺よりは冷たい。いやーでもしかしたらやっと晴れたよ今日。なんか風も弱めかな、昨日までに比べたら。今からですね、バスに乗ってアンスラジオっていうところに行こうと思います。この島の一番北西側って言えばいいかな。そっちの方のアンスラジオっていうビーチが人気のところみたいなので、なんでも以前に世界のビーチトップ10に選ばれたところらしいです。アンスラジオ。そちらにバスに乗っていきます。ただですね、バスの本数が少なくて10時27分頃にこのホテルの前に来るようなので、それまでダラダラして待ちたいと思います。ではパームビーチホテルの目の前にあるバス停でバスを待ちたいと思います。でバスでですね45分ぐらいかかるっぽいです。8分ほど遅れてバスやってきました。今まで乗ったバスは毎回空いてたんですけど、今回混んでましたね。今座りましたけど、最初は座れませんでした。山道なんで運転が荒くてきつい。
11時14分バスを降りました。でアンスラジオっていう、有名で人気で綺麗なビーチはこっから徒歩 2,30 分かかるらしいんですよね。行きましょう。こんな山道、大自然の中を歩いていくようですね。うわー、結構な上り坂だな先ほどの大阪は登り切ったんですけど、またこんな急坂がありますね。てか海に向かってるんで、なんで登るねんって感じなんですけど。でちなみに車は行けますね。バス停ももっと近くに作ってくんねえかな。山と海が美しいですね。海が真っ青、綺麗。さああとは下るだけですね。ここを下り切ったらアンスラジオという世界トップ10のビーチがあるはずです。坂を降り切ったところに有料の駐車場がありましたね。レンタカーでもしいらっしゃる方はここまで来ることができます。先ほどの有料駐車場を通り過ぎましたが、まだもうちょい歩くっぽいですね。水着とか遊び道具を売ってるショップもありました。水とかビールも売ってるらしいです。そしてこんな綺麗なレジデンス、ホテルもありますね。そしていよいよアンスラジオというビーチに着きましたね。素敵なレストランとかもあって、ビーチがこっち、うわ相当綺麗っぽいぞこれ。やばい。ビーチエントランス。いやー、天気がいいこともあってこれはすごそう。いいんじゃないこれ。うわー、これだよこれ。いやずっと求めてた光景だわ。